異変を聞きつけた信忠はわずかな手勢で本能寺へ駆けつけようとしていました。しかしその道を阻むように現れたのは鬼気迫る形相の京都諸子代村井貞勝です。本能寺は早焼け落ちました。敵がこちらへなだれ込むのも必要。信忠の宿所明覚寺では直ちに軍議が開かれます。今すぐ京を落ち安土へ引くより他は。家臣たちが声を震わせます。しかし信忠は静かに首を振ったのでした。これほどの謀反、京を脱する道はあるまい。総兵の手にかかり後世の物笑いになるは無念の極み。かくして決したのは明覚寺の隣二条御神像での徹底抗戦でした。信長に従順な印象の信忠ですが、一度歓喜を被っています。以下は東大記です。その頃城之助信忠卿は脳に大層凝っておられ、干渉するだけではなく自ら回れるほどの熱の入れようで、それもまた見事であった。しかしこれをお聞きになった信長公は次のように言った。武将たる者がことさらに有芸にうつつを抜かすべきではない。実に興ざめなことよ。そうして信忠卿の能動をことごとく取り上げてしまわれた。不意に浴びせられた父の筆跡、それは若き信忠の胸に何を残したのでしょうか。それは当人の水知るところですが、事実として信忠軍団が武田を崩壊に追いやったのはこの事件の直後でありました。ですが、もし信長が信忠の立場であったならば、泥をすすってでも生き延びる道を選んだのではないでしょうか。しかし信忠は逃げませんでした。あるいは織田家嫡男としての誇りが逃亡を許さなかったようにも思わされます。してみると信忠に誇りを与えたのが信長ならば、彼を殺したのも信長その人だったのではないでしょうか。上様は本能寺にてご最後、中将様と一戦つかまつらん。本能寺に間に合わなかった信長の精鋭馬回りが最後の奉公をすべく二条御神像に続々と参集しました。戦意は天をつくばかりでしたが、不意のこと、完全武装の明智軍に対し信忠軍は麻の着物一枚という寝巻き姿の者までいたといいます。しかしこうして資料に記される信忠とその周囲の様子を見ると、本能寺炎上と二条包囲の間にはわずかながら時間の空白が存在したことに気づかされます。父の救援に向かおうとし軍議を開き拠点を移す、そしてちりぢりだった馬回り衆が集結する時間、成否に及ばずの本能寺とは対照的に信忠には確かに運命に抗う猶予がありました。本能寺の変について次のように断ずる指揮者もいます。信長と信忠、不死を同時に討てる。この状況こそが光秀謀反の最大要因である。しかしそれは後世の我々が歴史の結末を知るがゆえの後知恵の色が濃いのではないかと私には感じられます。もし計画がそこまで周到であったなら、なぜ本能寺と明覚寺を同時に襲撃しなかったのでしょうか。その一点において先ほどの説は説得力を失います。ここで再びお通夜の書物を引用しましょう。同書によれば本能寺襲撃時、光秀は2里離れた鳥羽にいたといいます。やがて遥か今日の空がほのかに染まります。見よ、本能寺は落ちた。者ども続け。本能寺を襲った戦闘は偽余り。対して敵は信忠の手勢に周囲の馬回りが合流すれば1500に達します。京の中枢を完全に掌握するには1万余りの光秀本体が動く必要がありました。明覚寺への道中、一人の女が光秀の馬の口にすがりつきました。光秀が在京する時の常宿の女房です。申し上げます。上様はすでにご自害なされました。そして若殿様は今しがた二条の御所へと。そこで光秀は二条御神像に向かったとお通夜の書物は記します。念のため申し添えますと、お通夜の書物はあくまで聞き書きであり、資料的価値は一次資料には劣るもの。ただしそこに描かれた状況は理にかなうように思われます。この記述を素直に読むと、通説とは異なる本能寺の変が浮かび上がってくるのです。それはすなわち複数の段階を持つ流動的な作戦。まず第一段階は
本能寺襲撃。狙うはまさに信長の首ただ一つ。しかしこの時点では一万余りの光秀本体は動きません。それは鶏を柵に牛刀を用いるようなもの。朝掛けによる奇襲、本能寺にわずかな共回りしかいないことなどを勘案すると、本能寺襲撃は2000の戦法隊で十分。この時点では光秀は鳥羽に控え、信長の逃亡や摂津にいる信孝の援軍といったあらゆる不測の事態に備えていました。そして本能寺援助をもって作戦は第2段階、京の制圧へと移行。しかしこの時点にあってはまだ光秀は信忠を討ち取ることまでは想定していなかったかもしれません。そもそも信忠が京にいるということ自体が予定外でした。本来は家康と堺へ向かうはずが、父信長の急な上洛の方に接して急遽京にとどまった経緯があるのです。通信の未発達な時代、たとえ諜報に長けた光秀でも信忠の居所が曖昧であった可能性は十分に考えられます。そんな中、光秀のもとに行幸が舞い込みました。信忠未だ京にあり、しかして逃亡の気配なし。そこで光秀は即座に第3段階に行こう、すなわち信忠襲撃です。無論全くの想定外というわけではなく、信忠が京にいれば討つという筋書きは想定されうる変化の一つであったかもしれません。読みとは実際には盤上に現れぬ無数の可能性まで見据えることなのですから。ですが信忠が在京でしかも逃げなかったという状況は光秀からすると妨害であったのではないでしょうか。以上はあくまで一つの考察であり、真実は誰にも分かりません。しかし歴史の必然として語られがちな本能寺像とは異なるイメージを提供します。むしろ戦国の本流の中で放たれた乾坤一滴の放爆地ではなかったでしょうか。あまりに唐突な父の死に若き信忠が下した気高くも悲壮な決断、舞い込む偶然を逃さず冷徹に次の一手を放った光秀の柔軟な判断、二つの意志が交錯した刹那、歴史の歯車は予測不能な方向へきしみを上げて回り始めたのです。やがて時の声が明け方の京の空を震わせます。光秀本体の軍勢が二条御神像の門前にまで押し寄せたのです。一方信忠方は静まり、内側から門を固く閉ざして待ち構えていました。張り詰めた沈黙を破り、信忠方から一人の使者が送られます。巫女がどうするのが望みなのか、我ら同様に切腹すべきをお望みか。信忠が立てこもった二条御神像とは、もともとは信長が自身の京都での邸宅として建てたものでした。しかし天正7年に実仁親王に譲られ、返当日もその家族と共に暮らしていたのです。その場所を戦場にせざるを得なかったものの、信忠はあくまで潔く皇族を盾にするなどという卑劣な発想は毛頭ありませんでした。冷静に実仁親王とその家族、女官公家たちの身の安全を光秀に確認したのです。一方の光秀もまた筋を通す男、天下に弓を引くつもりなど毛頭ない。ただし中将殿をお見逃しするわけには参らぬ。宝宮様はもちろん女房衆といえども籠には乗らず、かぶり物で顔を隠さずに退去していただきたい。この対応には万が一にも女房衆の中に信忠が紛れ込んで落ち延びることがないようにという光秀の霊理な用心深さが見て取れます。かかれ。かくして光秀の号令のもと攻撃が開始されました。無論互いに見知ったる者同士ですが、ここは戦国、裏切りもまた乱世の常。むしろ互いの顔を知るがゆえに、なおさら無様な姿は晒すわけにはいかないのです。誇りと意地が激しくぶつかり合い、戦いは凄惨を極めました。信忠軍わずか1000余り、対する明智軍1万余り、絶望的な兵力差です。しかし信忠軍は凄まじい抵抗を見せます。何を隠そう、その先頭に立ったのが総大将である信忠自身でした。秀吉に仕えた音義衆大村優子の創建インドの追善記は信忠の武勇を次のように劇的に描きます。信忠京は門から躍り出るや万全に迫る敵兵を次々となぎ倒し、その数は17、8人にも及んだ。
我こそは明智孫十郎、杉尾左衛門、参る、かなり気を継ぐ、おいていたす。名乗りを上げ、手だれの兵たちが再び信忠に襲いかかりました。しかし信忠の剣は新影流免許回転の腕前。3人の首をちょうちょうと撃ち落とします。信忠の獅子奮陣の働きに呼応し、馬回り衆も視力を尽くします。なら興福寺の多聞日記には三谷まで敵を撃退したと記されています。意外なくせに明智軍は非常な作戦へと切り替えました。二条御所の隣に近衛咲久の邸宅があります。その屋根は眼下の戦場を見下ろす絶好の射撃地点。開放的な造りの二条御神像の庭には身を隠す場所がありません。信忠軍は上空から降り注ぐ死の雨になすすべもなく射抜かれていったのです。清朝後期には二条御神像で信忠に準じた60数人が列記されています。信長の弟長門信忠の異母弟信房、織田の一門、京都諸子代の村井貞勝、そして信長が誇った精鋭馬回り衆。そのうち野々村三十郎と福富平左衛門は長篠の戦いで前田利家、笹成政などと並んで鉄砲隊を指揮した人物です。桶狭間の戦いで今川義元の首を取った毛利新介もこの戦いで討ち死にしました。御所に火が放たれ、炎と黒煙が天をつきます。信忠も気づくと深手を負っていました。人数が減っていくのを見た信忠は燃え盛る館の奥へと引きます。信長の陰に隠れがちですが、信忠も稀有な逸材でした。建正5年、松永久秀が反旗を翻した折、信長にとっては四方を敵に囲まれており、長引けば織田政権の崩壊にもつながる可能性もありました。しかし信忠が総大将を務め上げ、難攻不落の信三条を短期間で攻め落としました。さらに天正10年の武田攻め、先頭であるはずの信忠軍団でしたが、一気呵成に武田を滅亡に追いやります。この戦いは信忠最大の武勲であり、信長の跡継ぎたるにふさわしい輝かしい功績です。信長の意向があったとはいえ、この若さで幾度も数万の大軍を率き、しかも華々しい勝利を収めたという経歴は日本史上では類を見ません。しかし武田を攻め滅ぼした折、同じく二代目である武田勝頼の最後を信忠は果たしてどのように見たのでしょうか。帳票の手にかかり、後世の物笑いになるは無念の極み。そういった時、勝頼のことが頭をよぎらなかったでしょうか。我が首を敵に渡すな。信忠は天下人の嫡男としての誇りを胸に潔く腹を切りました。去年26、解釈した鎌田新介が命令通りに遺骸を隠したため、明智は見つけることはできませんでした。一つ逸話があります。信長の弟織田長政の様くぐりです。長政は織田浦草の郷の方が通りが良いでしょう。なお東京都千代田区有楽町はその江戸屋敷がかの地にあったことにちなみます。一説には信忠に切腹を勧めたのは叔父の長政であったといいます。ですが信忠の自害の後、長政はふと気づきます。ここで腹を切らなければならぬ道理もない。そのように思い試しに逃げてみたところ、意外なほどたやすく抜けられたといいます。この顛末を伝え聞いた京わらべたちは次のような教科で皮肉りました。織田の言語は人ではないよ。お腹めさせておいて、我は安土へ逃ぐる。もっとも以上には軍記物由来の伝承も含まれます。しかし織田一門でありながら長政が脱出に成功したことは紛れもない事実です。なお長政だけでなく、後に秀吉政権で五奉行の一人となる前田健や信忠の解釈をした鎌田新介なども脱出に成功しています。以上鑑みると、やはり明智光秀の作戦は本能寺襲撃に専念しており、今日を完全に封鎖するまでのものではありませんでした。だからこそ信忠の決断が一層の悲壮感を帯びます。生きる道はあったはずなのです。信忠の決断について東大記は次のように記しました。光秀は謀反の意思を深く秘密にしていただけに、道々に逃亡防止の手当てなどしていなかった。安土へも無事に行けたはずなのに、運が尽きるとはこういうものだ。ただし
確かに言えることは、歴史とはあらゆる偶然と不足の上に成り立っているということだけです。信忠が本能寺を生き延びたとしても、その先にどのような歴史があったのかは誰にも分かりません。あなたは信忠の最後についてどのようにお感じになりましたか？ぜひ感想をコメントにお寄せください。当チャンネルは動画版漫画日本の歴史を編み上げるをモットーに、体系的で魅力的な歴史動画を作ることを目指しております。ぜひ高評価、チャンネル登録、メンバーシップなどでの応援をよろしくお願いいたします。